こんにちは。あ、代々木公園店のトミーです。高谷店の大地です。高谷店の私です。はい。ちょっとね、今回はもうみんなの憧れウィリーですね。生まれながらやりたかったトリックなんじゃないでしょうか自ね。転車乗り出した頃から練習してそうる。あれ僕でも未だにちゃんとできないんです。トミー君、正し君は結構簡単そうにやってるけど、僕も全くできないというよりはある程度スピードあったらいけるんですけど、ゆっくりなスピードでっていうのが全然できんくて、結構苦手ですね。ウィリーこそもう練習めっちゃやるしかないですよ。怖がらない、頑張るっていう結構精神論になっちゃいますけど。今からまあなんかやり方とかコツを簡単に話すんですけど、1日とかでコツを掴んだりやり方分かったからってすぐには多分絶な対できる。かなかできない。めちゃくちゃ手豆だらけになる。豆だらけになる。腕パンパン、背中痛い。あれは結構ね、トレーニングですからね。そうまあピスト普通のそのフリーギアの自転車とピストだとやっぱりウィリーの仕方違うので、普通のフリーギアだとブレーキを使いながらやるんですけど、フィクストギアだともうその足でまくれそうになったらこうコントロールしたりとかができるので、バック踏んで、後ろにそうですね。踏んでっていう。でそれこそ前回やったポゴとかスタンディングの足のこの感じとかもフロント上げて走りながらそれをこう実はやってるみたいな感じになると思うので、あとそうですね。ウィリにもいろいろ種類がある。両手のやつ、片手のやつ、片足離すやでも両手離して。つ、両手離してもできる。両手離しては、あれはもうマジで全然わからん。いや、一輪車と同じですよね。両手離してって感じだったら。違うんか一輪車乗ったことね一輪車な。なんかでもウィリーの感覚って一輪車と似てるってよう言うじゃないですか。バランスを取るっていう意味では、でもノーハンドでもできちゃうってことは前の動画で話した通り、腕の力っていうのは前を上げたりするっていうのではほとんど使ってない。それが本当に証明されてるトリック。ウィリーだと一番それが大事ですよね。もう腕で上げない、もう体で上げて、そうしないともうすぐ落ちちゃうし、最初ウィリーも結構もう勇気が必要です。割とスピード出してそのフロントアップポゴンの時の動画みたいにこうワッてこう上げないといけないんで、そのまくれる練習を最初した方がいいですね。結構怖いですけどまくれる練習をして、後ろに降りるみたいなそうですね、感じ後ろに後ろにそこまで前輪を上げることができたら、まあ、ちょっとワンランクレベルアップしたかなみたいな感じかな。そっからができないそっからなんか取り続けるっていうのが難しいよな。両手ウィリーはもう本当最初はもうスピードと勢いなんで、もう広い公園とかで怖がらないでもうガンガン行くしかなくて、コツも多分そうなっちゃうかもしれない。僕でも両手ウィリーやったらちょっとできるんですよ。その時は上げて前輪が落ちそうになったら思いっきりペダル思いっできり行く加速したら前輪は落ちずにちょっとだけふわふわみたいな上がってそのまま走り続けてくれるんで、ひたすら落ちそうになって漕ぎ続ける。だからスピードが上がっていくんですよ。そっから僕はもう進歩しない。本当に諦めないでください。いつかなんかそのうわここだみたいなある日来ますよね。ある日来ます。突然なるほどみたいな。来た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 みたいになって、大体でもトリックってみんなそんな感じですよ。なんかそのウィリー以降大体そんな感じそうですね。なんか多分ウィリーぐらいからちょっと自分でこう考えたり、セッティングとかだったり、上手い人にちょっとアドバイスもらったりとか、なんかちょっとこうステップそうアップしてるっすよね。なんかちゃんとイメージとかもして、今だったらインスタとかで多分ウィリーとかしてる人いっぱいいると思うんですけど、そのなんか姿勢とか、なんか自転車のセッティングとかをどういう風にやってるんだみたいなのを調べて。でも自転車の特徴で言ったらサドルよりハンドルが高い方が前輪は上げやすい。そう、もちろん。だからリストトリックの自転車とかやったら結構そっちじゃない、ハンドルが上に上がってるタイプでサドルが低くて、ピストだとライザーでもやっぱこうめっちゃ低い方が
見た目すごいかっこい見た目がかっこいいいし、みんな多分今それつけてるそうですね。と思うんですけど、ちょっと本当になんか前が上がりづらいなとかっていうのがあったりとかしたら、まあ、ちょっと練習用にちょっとこうライズが少しでも高いハンドルとかで前を上げる練習みたいなのをすればステムステム変えたりとか自転車のセッティングのことで言うと、タイヤもできればちょっと太い方が変えたり、なるほど。接地面接地面が広くなる。なるほどな。それ考えたことなかった。それマジで考えそれはあたことなかっんま考えたことないです。俺も最初 23C とかで始めた頃やってでちょっとずつ28とか32ぐらいまでにやると全然やりやすさがた。へなんかあえてちょっと空気をむしろ抜いたりもしてでちょっとああ、なる地面を広くなるべくしてやると割と横とかにこうほどな。そうか。向いたりしなくなるので、これは僕の今乗ってる自転車なんですけど、マッシュスティール、そして今横に大地の自転車もあるんですけど、同じもので出たシーズンが違うやつ、こっちが新しいやつでこっちが前のモデルっていう感じなんですけど、違いで言うと多分タイヤの太さ、僕は全然違う。そう僕 28C でターシ君が38だから全然太さが違うんですけど、まあ、僕は走りを結構重要視してるタイプなんで細いタイヤ使ってて、でかつここのサドルとハンドルの高低差ちょっとある感じで前傾になってスピード出して乗れるようなっていう感じですけど、ただし君はここが上に上がっててでハンドル自体ここも上に上がってるっていう、並べてみるとハンドルの高さとかそうフレームの大きさはこっちの方が大きいんですよ。でもこっちの方がちっちゃいのにハンドルの位置は全然高さが違う。でこっちの高い方がフロントアップとかウィリーとかするときに前輪をこう上げやすいっていう感じですね。もちろんできなくはないんですよ。その細いタイヤでもこのハンドルが低かったりとかしても全然できなくはないんですけど、やりやすさっていう点で僕もたまに正し君の自転車乗ったりするんですけど、こっちの方がトリックはマジでしやすいです。あとまあフォークここのそう変えてるんですよ。こっち純正のやつなんですけど、こっちはフォークだけ変えて前輪のこのフォークの強度強さとかが変わってくるんで、だからなんか極めたいなっていう人はこういうカスタムとかもしてるかなと。でも全然僕は純正の方が好きなんでフォークとか絶対変えたくない派ですね。トミー君僕はなんかもうスタイル的にはなんか本当にトラックバイクっていうトラックバイクが好きなんで、もうポジションはもう組む前にまずハンドル一番ビタ付けにしちゃうぐらい、あんまりそのトリックするからハンドル高くするとかは全く考えてなくて、もう自分が乗りたいかっこいい形で、あとはもう自分が頑張るスタイルなんでやっぱり僕もすごいハンドルがすごい低いんですよ。もう第一のチャリなんかより全然多分低いと思うんですけど、多分全然低いなですね。めっちゃ低くしてるんですけど、さっきフロントアップとかウィリーのこの入りでこの漕ぎ上げってこうやってペダルを漕ぐと同時に上げるんですけど、それをこうもっとこう勢いをつけて後ろにいかにこう反らす力をかけるかで全然低くてもいけるんで、ハンドルの長さとかめっちゃハンドルの長さは僕は700から650か。長けりゃいいってもんでもないですよ。そうっすね。長すぎるとやっぱちょっと上げづらい。体格に合わせていく方がいいですね。だいたい680ぐらい、650プラス5センチとかかな。肩幅よりちょっとこう腕が広がるぐらいのハンドルの方がやりやすいかと。ロックハンドルとかブルホンとかで、まあ、できたらかっこいいですけど、練習はライザーとかフラットバーとかの方が絶対いいです。なぜか昔ドロップハンドルで練習してたりしてましたけど、
そのいやなかなかできねえよまあもちろん分かってるんですけどまあ教える側としてやっぱちょっとドロップハンドルだとチャレンジこっちはそんな感じ。そう、自分で動画撮るっていうのも結構大事かもしれないで、あ、なるほどねみたいな、腕がこう縮んでる、自分でその研究がやっぱさっき中村君言ってましたけど、研究とか考えるっていうのは結構ここから入ってくるんで、もう最初多分めっちゃ大げさにやった方がいいです。多分最初前全然上がんないし、なんかって思うんですけど、本当最初前荷重ではめてガッてフロント上げて、多分すごい頑張ったらスコッこう抜けちゃうやつ、あれになっちゃうと思うんですけど、それは結構正解というか、そうですね、割と近道なんで、それで足ついて、あ、マジで怖い、でもまあこんなもんかって多分思うんですよ。確かにそうできる人間からすると結局多分一番難しいのは両手なんですよ。あー両手多分一番むずいかもしれない。でも両手から一番最初にでも練習は一番両手から両手をするっすよね。まずその動きを覚えないといけないんで、両手ウィリーでそのフロントが上がる感覚とか、そのウィリーで走り続けるって感覚を覚えるんですけど、実はワンハンドウィリー、もう片手離したやつの方がバランスがめっちゃ取りやすいんですよ。それ結構最初何言ってんだよって思うんですよ絶対。ウィリー最初挑戦し始めた時にワンハンドやってみようとすると絶対できないんですけど、できるようになってくるとマジでワンハンドの方が絶対簡単で、楽っすよね。簡単っていうかそう楽ですよね。そうなんワンハンドだったらもうかなり無限に遅くできるぐらいバランスが取れるんで。ワンハンドやったらまっすぐ走れないんですよ。なんかちょっとどっちかにこけそうに倒れそうになる。それは体で、なんで離してない方の体で片方のバランスを取る、離しろの方の手で片方のバランスを取る、そのイコールにしないとなるほどな。どっちかにいっちゃうから。結構ハンドルの方だけのこと考えてる。こっちの片手離してる方はもうなんかかっこええみたいな。こっち離してる方かっこええみたいな感じだと思ってたからバランス取ってるんですよね。綱渡りのバランス棒と同じです。そうなの、まあ、じゃあバランス取るものが1個増えるみたいな。そうそう、普通の両手のウィリーができるようになってきて走る感覚覚えたらちょっと片手離してみる練習とかはいいかもしれない。あれ片手で離してる人って結構ハンドルまっすぐに持ってる人とハンドル切ってる人いるじゃないですか。あれはなんかもうその個人のスタイルでっていうことです。ハンドル切った方がやりやすいとか、別に切らずにまっすぐの状態で片手離してっていう方が。それもバランス取ってるから人によるかもしれない。知ってる人の方が多いイメージですけどね。なんかで割と状態立つから重心集まるし。そうですね。なんかああそうか、近くなるから。もうそのまますごい楽なんですよね、姿勢が。しバランスも取りやすいから。ハンドル切った状態で走って僕のイメージですけど、ハンドル切った状態でそのまんまフロントガッて落ちたらもうバコンってなるから、それが怖くてなんか全然できないんですよ。切ってる時のバランスの感じで個人的にはハンドルまっすぐの方が理想なんですけど、バランス偏ったなと思った時もいて、これでバランス取ってる。もちろん降りる時はもうさって戻すけど、そのハンドル切るのもバランス取るうちに入ってる。我々のこのハウトゥートリックもだんだんレベル上がってきますね。いやー、そうですね。できる限りもう本当に、でもやってるやつとかがマジで見てくれてて、本当にできないんだけどっていう人いたら、もう来てくれたら全然本当にマジでもう絶対できるようにっていうか、まあ本当ちゃんと一緒にね、もしなんか一緒に乗る人がいないんですとか、なんか周りにいないんですってなったら全然いるだけでお互いとか、そういう公園っていうのが来てくれて声かけてくれたら全然、一番楽しいし、僕たちもこうやってハウトゥートリックとかやり始めるとやっぱ自分らのモチベーションも上がるっていう、なんかこれをやりながら自分らもちょっとレベルアップしていきたいです。以降もぜひチェックお願いします、はい、ちょっと次回以降は若干レベル高めの
やつになってくるかな。中村君も迎えたことですし。ですかね。すげえ。なんで、すげえ。我々も頑張りましょう。そうですね。というわけで、今回はこんな感じで、また、ありがとうございます。ありがとうございます。